私に言わせると電気代よりも睡眠の質の方が価値が高いと思います。こんにちは、睡眠学者の柳沢正史です。皆さんよく眠れてますか？今日は睡眠に関する質問にお答えします。This is 睡眠サポート。かなさんから、寝落ちしちゃった時ってちゃんと眠れてない気がするんですけど、ちゃんと準備して寝た時と睡眠の質に差はありますか？差があります。どうしてかというと、寝落ちしちゃったということはちゃんと準備してない、自分の睡眠環境をきちんと整えないで寝てるということですね。だからやはり睡眠の質どうしても悪くなりがちです。例えばちょっと音のする部屋で寝ちゃってるとか、明るいとか、横になってないとかですね、きちんと準備して寝てください。乃木坂ホロさんから、眠れなくても目を閉じて横になるだけでも睡眠の6割ぐらい効果はあるって本当？嘘です。眠らない限り睡眠要求、睡眠負債は絶対に解消されません。目をつぶって静かにしていても体は休まりますけど、睡眠不足は絶対解消されないということですね。ごちんじんさんからですかね。寝る子は育つは本当？本当です。成長ホルモンというホルモンがあるんですけども、これは子どもの時は本当に文字通り体を成長させるホルモンなんですが、分泌されるのがノンレム睡眠の一番深い深睡眠の状態の時にたくさん分泌されるということが知られています。ですので、十分に寝ることがですね、成長ホルモンの分泌につながって、育つということになります。で、ちなみにですね、大人の場合寝ないと育つんですね。慢性的な睡眠不足というのは体重の増加、メタボのリスクが確実に上がります。ダイエットの最大の敵は寝不足だというふうに思ってください。虚数さんから、どうして長すぎる睡眠は体に悪いのですか？ちょっと誤解があるんですね。よく出る図というかデータで、7時間前後毎日眠ってる人が一番例えば健康で、それよりも短くても長くても例えば死亡率が上がるというようなデータがあります。世界各地で同じような調査がやられていて、どこでも同じような結論になっています。しかしですね、これ短い方、睡眠が短い方と長い方では因果関係が逆だと思ってください。短い方はもう単純に寝不足だと体に悪いと、単純な因果関係で、長い方はですね、実は人間というのは必要以上に眠ることはできないんですね。例えば睡眠が十分に充足している人は8時間以上例えば眠ってくださいと言っても、それ以上起きちゃって眠れません。で、1日9時間も10時間も眠ってる人というのは何か体に問題を抱えていて、ないしは過眠症とか何か脳の病気ですね、または睡眠時無呼吸かもしれません。そういう何か睡眠障害ないしは体の不調があってたくさん眠っていると、その結果としてたくさん眠っていると思ってください。したがって当然もともと体に問題があった人ということになります。ですので寝すぎが体に悪いんじゃないんですね。人間は寝すぎることはできません。ラジオンさんから、寝具はどのぐらい睡眠に影響するのか。自分にとって寝心地の良い寝具はとっても大事です。夏でも必ず薄いタオルケットでも何でもいいので、最低1枚は掛け寝具をかけて寝てください。これどうしてかというと、睡眠中も我々はですね、無意識のうちに体温調節をしてるんですね。だからちょっと暑くなると寝具から足や手を出して放熱するし、寒くなると無意識のうちに寝具をかぶってですね、保温します。何もかけないで寝てしまうとそれができなくなっちゃうので、睡眠の質悪くなっちゃうんですね。夏寝具かけない方が快適だっていうのは、もう寝室の気温が室温が高すぎると思ってください。私はエアコンはですね、夏も冬も朝までつけっぱなしにするというのを推奨してます。電気代もったいないじゃないかっていう方もいるかもしれないんですが、私に言わせると電気代よりも睡眠の質の方が価値が高いと思います。次の質問、リーフ M さんから、22時から睡眠のゴールデンタイムと聞きますが、帰宅が遅くなってしまった時、①すぐに寝る、②睡眠時間を削ってでもお風呂に入る、どちらの方が体に良いですか？まずですね、22時からが睡眠のゴールデンタイムっていうのは、これはあんまり正確ではないです。何時から
何時に眠るのがいいかっていうのは人によって違うんですね。夜型の人はより遅くなりますし、朝型の人だと夜早く眠くなるので早めに就寝することになります。よく言われるのは睡眠寝ついてから最初の2時間ぐらいが一番、いわゆる深い睡眠が取れる時間で大事だって言われますけど、これも誤解を招くんですね。確かにノンレム睡眠の一番深い睡眠は最初の数時間で来るんですけれども、夜の後半の今度ノンレムは浅くなっていってレムが増えてくるんですけど、レム睡眠もとっても大事です。体のためにも脳のためにもとっても大事なので、結局睡眠のゴールデンタイムは夜全部なんですよね。帰宅が遅くなってしまった時に就寝時刻が決まっている場合にはそれを守った方がいいかもしれないですね。もうお風呂は飛ばして朝シャワーを浴びるとか、そういうことでですね、できるだけ就寝時刻起床時刻を規則正しくした方がいいかもしれないです。入浴自体は睡眠にとってはいい効果があります。ただしこれよく言われるのは、だいたい就寝時刻の1時間とか1時間半前ぐらいまでに割とゆっくりとですね、お風呂に浸かって少し汗ばむぐらい深部体温を上げてあげて、それが徐々に戻っていく時に非常によく眠れるとされてます。もうベッドタイムの直前にってなるとそんなにそういう意味の効果はないかもしれないですね。帰宅が遅くなってしまった時もできるだけ就寝時刻起床時刻がばらつかないようにしましょう。米太郎さんから、睡眠の質に最も効果的なこと。最初に申し上げたいのは、睡眠の質の中で一番大事なのは睡眠の量です。まず睡眠時間をちゃんと確保すること。量を確保せずに質を云々するのはほとんどナンセンスですね。それが第1点。第2点は、睡眠の質を高めるような万人に共通する方法って実はなかなかありません。睡眠は減点法だと思ってください。これをやると睡眠の質は悪くなるっていうのはいくつかありますので、そういう要因を取り除いていくことですね。けど夕方以降の時間帯はカフェイン飲料はコーヒーなど飲まない方がいいし、ディナータイム以降はお酒も実は飲まない方がいい。それから寝室の環境、暗くて静かで朝まで適温と私は言っていますけども、それから3番目なんですけど、睡眠の質って自分では実はわからないんですよね。だから一度はご自身の睡眠の質を見える化してみるっていうのも方法です。こういうですね、自宅でこの脳波っていうんですけど、こういうペラペラの電極をおでこと耳の後ろに貼ることによってですね、自分の睡眠の質を見える化できるような測定を開始します。おやすみなさい。はい、こうやってですね、誰でもどこでもきちんとものすごく正確に睡眠の質を見ることができるデバイスも世の中にはありますので、まとめますと3点ですね。睡眠の質で一番大事なことは量である。第2点、睡眠は減点法。睡眠を悪くする要因を取り除いてください。3点目、自分自身の睡眠の質を一度見える化してみるというのもいいと思います。顔なしさんから、なぜ人は夢を見るのか。ショートアンサーはよく分かっていないということになります。いわゆるビビッドなすごくはっきりした夢っていうのはいわゆるレム睡眠中に見ることになっています。だいたい夢ってストレスフルなネガティブな夢を見ることの方が多いと思うんですけれども、それによってその起きてる間に実際に起こるストレスフルなシチュエーションに対する予行演習をやっているという学説もあるんですね。だから夢を多く見る人の方がストレス耐性が高いとか、それからいわゆるトラウマですね、 PTSD などの患者さんが夢見の多い人の方が治りが早いとかですね、そういう研究結果もあるようです。だから必ずしもネガティブな悪い夢を見るっていうのは悪いことじゃないんだというふうに思ってください。次のご質問、夢はなぜ起きた時にほとんど忘れてしまうのか。レム睡眠中というのは実は記憶を忘却するような脳の働きっていうのもとても活発になっているとされてるんですね。夢というのはほとんどの場合起きた後から見ると見てないという状態。これは実はレム睡眠中というのはほとんど確実に夢は見てます。でそれを覚えてるかどうかということですね。でたまに覚えてると夢を見たという経験になるということです。寝ないと記憶自体が整理されないので記憶はどんどん悪くなっていきます。
だからやっぱ眠ることはとっても大事で、次の日試験がある、暗記しなきゃならないっていう時に一生懸命覚えて一晩寝るとよりよく確実に覚えられると。それから記憶といってもいわゆる、専門用語では手続き記憶とかっていうんですけども、いわゆる技能の記憶ですね。スポーツの技能とか楽器を演奏する技能とか、それも眠ることによって研ぎ澄まされるとされてます。だからよく楽器を練習してて難しいパッセージがどうしても弾けなかったのが、練習した後一晩寝ると次の日には不思議と弾けてるとかですね、そういう経験ある方もあると思いますけども、そういうふうに睡眠中に記憶の整理が起こるということですね。夢はどうして忘れちゃうのか。レム睡眠中というのはこの記憶を忘却させる脳の機能も働いているということです。外見醤油さんから、夢を録画できる技術が今後現れる可能性はありますか。実はすでにあるという言い方もできます。京都大学の先生方がですね、もうだいぶもう何年も前になるんですけれども、画期的な論文を書かれていまして、 MRI ですね、大きな装置ですけども、あれを使って脳機能をイメージングする技術があるんですけども、その脳の一番後ろの方、この辺りに視覚野っていうのがあるんですが、その視覚野の fMRI、機能的 MRI のパターンからその時に夢の内容が読み取れるという論文が出てますね。だから MRI 装置の中で実際眠ってもらって、脳の機能的イメージングの像からこの人は今こんな夢を見てると考えられると。で実際その後被験者さんを起こしてレポートしてもらって、実際当たってますよと、そこまでは実は言ってますね。この技術がもっと進んでいくと、本当に動画のようにですね、録画できる日が来る可能性は大いにあると思います。 PP さんから、勉強中に疲れて居眠りするとき何分寝るのが一番効率がいいのか。20分ぐらいというのをよく勧めます。20分というのはどういうことかというと、一度仮眠に入って眠りに入るんですけど、ノンレム睡眠の中間的な深さ、ノンレム睡眠の第2ステージっていうんですけど、中間的な深さになって数分間ぐらいで起きる、それが一番いいんですね。で20分以上眠ってしまうと、次の第3段階という深睡眠というのに、一番深い睡眠に入ってしまう。そうするとですね、またそこから覚醒に戻るのにとっても時間がかかるし、ものすごく不快な思いをします。もう起きたくなくなるんですね。だからもし仮眠を取らなきゃならないなら、15分から20分ぐらいで切り上げるというのがいいと思います。ワールドさんから、睡眠が必要な生物と不要な生物の境界線。神経系を持つ動物は全て眠るとされていて、その中でもですね、例えばクラゲですね。クラゲはもちろん神経系はあって、こう傘を動かして運動したりするんですが、彼らは脳と呼べるもの、中枢神経系は持ってないんですね。それでもクラゲも眠るということになってます。で逆に神経系を持たない生物、微生物とかですね、睡眠という行動の定義に当てはまるものは持ってないということになります。テトラポッドさんから、無防備となる睡眠の行為が進化の過程で淘汰されなかった理由を教えてください。このご質問本質的です。私がそれを知りたいです。睡眠中はいわゆる意識が失われた状態になりますので、無防備、リスキーな状態ですね。何かそのリスクを補ってあまりあるだけの睡眠、意識を失ってまで何かをやらなきゃいけない、睡眠にそういう機能があるんですけども、それが具体的に何なのかよく分かってないというのが本当のところです。最先端でもまだ分かってないと。プリプリさんから、生物によって睡眠時間に大きく差がある理由を知りたいです。やはりその生物種ごとのこの何て言うのかな、進化論的なニッチって言いますけども、その生活環境とか、それによって最適な睡眠時間っていうのが進化してきたと考えられます。大型の草食獣、例えば牛とか馬とかキリンとか、彼らはほとんどの場合1日2時間から4時間ぐらいしか眠らないとされていて、短いものが多いです。でそれはですね、一つには大きい図体を草を食べて養うにはもうほとんど一日中食べ続けていなきゃいけない。大きな図体で隠れるところもないですので、肉食獣から身を守るためにはもう一日中常に周りに気を配ってなきゃならない、そういう事情があるんじゃないかと推定されています。で一方で、肉食獣ですね、例えば、
ライオンとか、身近なところだと猫とか、そういう動物はだいたい睡眠時間が長いのが多いです。起きてる時に集中してガーッと狩りをしてうまく捕まえられればその肉を食って、残りはもう寝て暮らすと。で自分にとっては敵はいないのでいくらでも眠れるわけですね。生物によって睡眠時間が大きく異なるのは、それぞれの種の進化論的なニッチに合わせて睡眠が作られているということだと思います。日本人って昼間ちょっと眠い、つまらない会議の最中とかつまらない授業を聞いてるとちょっと眠くなっちゃう、これ当たり前だと思ってる人が多いと思うんですが、これ国際標準では異常なんですね。人間は夜十分に眠れてれば昼間は眠くならないようにできてます。だから昼間の眠気というのはもうすでに寝不足の兆候であると思ってください。ちゃんと眠るための時間というのを確保して、いい睡眠をとってほしいと思います。今日はご視聴いただきありがとうございました。